どうもリュウクです。今回はこのエイブルキャリーのマックスバックパックリップストップモデルのレビューをしていきたいと思います。以前 MAX EDC が発売してエイブルキャリーの最終形態というか決定版みたいなものが出たんですけど、このマックスバックパックのリップストップモデルは僕は個人的に隠れた名作だと思っているので、ちょっと詳しくレビューしたいなと思って動画を回しています。個人的にかなりトラベルパックとして使ってる製品なので、いいところだけじゃもちろんないんですが、大容量のバックパックを探している人にとってはかなりおすすめできる製品なので、詳しくレビューしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。エイブルキャリーマックスバックパックは17インチのノート PC にも対応可能な30リットルの大容量バックパックです。通勤や短期の旅行に最適なバッグで、素材は2種類あります。今回レビューするのはコーデュラリップストップナイロンのモデルなんですが、 X パックのモデルもあります。 X パックモデルの重量は 1800g の一方で、コーデュラリップストップモデルは 200g 軽い 1600g なので、 X パックに比べるとかなり軽量化を実現できていることになります。内部は効率的な収納を追求しており、17インチラップトップ用のスリーブ、ボトルポケット、オーガナイザーが備わっていて、背面パネルとショルダーストラップには通気性の高いパッドを使用しています。快適な背負い心地を実現した洗練されたデザインと実用性を両立したバックパックです。それではまず良かった点から話していきます。まず1つ目の良かった点は何といっても機能性に対する軽さです。大容量バックパックで 1600g というのは決して超軽量な部類ではないんですが、こういっためちゃめちゃポケットがいっぱいあって、パッドもふんだんに使われていて、かつこういったナイロンベルトもたくさん縫い付けられていてカスタマイズ性が高いバックパックで、この 1600g っていう重さは結構軽いなと個人的には思います。軽量化というのは機能を削ぎ落としていけば削ぎ落としていくほど実現可能になっていくので、軽さを追求したらすごいシンプルなロールトップの登山用のザックなんかが一番いいに決まってるんですが、こういうクラムシェルオープンでポケットがいっぱいあって、中の収納なんかを自分で考えながらパッキングできるこういうバックパックの魅力を損なわずに軽量化を実現してるっていう意味ではすごくいい製品だなと思っています。2つ目の良かった点は自立しやすいという点です。下に向かってすぼまっているデザインなので、すごく安定するわけではないんですが、 MAX EDC はここの底面が斜めに切られていて、ほぼ自立しない設計だったのに対して、このマックスバックパックは底面がフラットに設計されているので、地面なんかに置いた時に自立しやすいっていうのが個人的に気に入っている点です。中の荷物が偏って左だけ重たくなったりとかしていると結構倒れやすかったりはするので、ここはパッキングの仕方というか使う人の努力がちょっといる部分にはなると思います。次の良かった点がPC ルームが大きく開くという点です。 MAX EDC の PC コンパートメントはこの上部のポケットの容量が増えてすごく使いやすくなった一方で、この PC スペース自体が両方ともここまでしか開かなくなってしまったので、収納できるものが PC に加えて書類とかタブレットなんかも一緒に入れられるっていう、そういう設計ではありません。一方で MAX バックパックの場合は、片方だけなんですがジッパーがかなり下まで下がるので、 PC 以外にも薄いものをここに収納しておくことができます。旅行したり出張したりしてる時は結構カバンがパンパンに膨れているので、上しか開かないような状態だと書類なんかを入れるとくしゃってシワになってしまうんですが、ここまで大きく開くことによってカバンがパンパンな状態でも書類だったり雑誌なんかをここにシワにならないように収納できるので、出先で自分の気に入ったチラシやフライヤーなんかをもらった時にすごくここは役立つなと思います。あと一応ここに浅いんですけどタブレットのポケットがあるので、iPad なんかのタブレットを持ち運ぶ人にとっては、ここはあった方がいいかなって思いました。次の良かった点はパッと見た時の情報量が少ないというところです。ここはあんまり変わらないというか好みの問題なんですが、やっぱりX パックのモデルは情報量が多いので、背負っていてよりシンプルなのはこっちのリップストップモデルの方だなと思いました。やっぱ X パックはどっちかというとアウトドアというか登山向けのバックパックみたいなそういうイメージが強いので、よりミニマルでシンプルなデザインのものが好きな人はこっちのリップストップモデルの方が合うんじゃないかなって思います。次の良かったポイントがここにヒップベルトをつけるための機能が
備わっているというところです。これはリップストップモデルじゃなくて X パックのモデルも両方もちろん共通してるんですが、やっぱり容量が大きいとショルダーハーネスだけだと肩が痛くなってきてしまうので、人によってはヒップベルトが必須だよっていう人がいるかと思います。特にカメラなんかの機材を持ち運んでいたり、三脚なんかの一つだけで重い荷物をこの中に入れてしまうと、X パックモデルより軽量とはいえやっぱりすごく重たいバックパックになってしまうので、ここにヒップベルトをつけられるのはすごくいいなって思います。ここにベルトを1本はわせるだけなので、この MAX-EDC の方でも採用してほしかったなって思います。ただエイブルキャリーはこういったヒップベルトを別売りで売っていないので、こういうの持ってる人はいいですけど、持ってない人は別で買う必要があるというか、別のバックパックから移植したりする必要があります。僕が使ってるのはリモートエクイプメントの GR31 のヒップベルトがこのパーツがすごいぴったり入るので、こういった感じでぴったりのサイズ感なので、これがめちゃめちゃいいんですが、これを持ってない人というか別のバックパックから移植できない人はこの型に合うやつをちょっと探さないといけないので、本来であればエイブルキャリーがオプションパーツとして販売しているのが理想的なので、ぜひ作ってください。お願いします。ここまでがこの MAX バックパックの良かった点です。ここからは少し気になるなと思った点を話していきます。まず1つ目はこの PC ポケット上部の収納部分のマチがなく、薄いものしか収納できないという点です。ここは MAX-EDC が出て改良された部分ではあるんですが、MAX バックパックのアップデート版みたいなのが出たら、ここはぜひ MAX-EDC と同じ仕様にしてほしいなと思います。この上部のポケットは位置的にはすごく便利なんですが、マチが全然ないと全く使い物にならないので、普段このバックパックを使う時もこのポケットはほぼ使っていません。逆にここのスペースというか、ここにいっぱい荷物を入れたい、ガジェットを入れたいっていう人は MAX-EDC がおすすめなので、ここの部分を使うかどうかで MAX バックパックか MAX-EDC かを選ぶかなり重要なポイントになるんじゃないかなと思います。2つ目の少し気になる点は汚れがちょっとだけ目立つというところです。結構このバックパックは使っているので仕方ないっちゃ仕方ないんですが、ところどころこすった跡なんかが出てきちゃっているのが若干残念なポイントですね。ちょっと白いシミなんかもついてると思います。X パックも全く汚れないわけではないんですが、やっぱりちょっと生地が柔らかいせいか粒子の細かい汚れがつきやすいなっていう印象があるので、ここは結構好みが分かれるというか気にされる方はいるかなと思います。その次の気になった点がちょっと関連してるんですが、全体的に生地が薄いので結構この縫い目のとこなんかがしわくちゃになっているように見えます。荷物を詰めるとそんなに気にならないんですが、やっぱりカバン表面の生地に採用するにしては多分すごい薄手の生地を使っているので、場合によっては結構ヨレヨレに見えてしまって、あまりパリッと決まらないようなことがあります。僕はこの見た目よりもどっちかというと軽量さを取りたいので、このリップストップモデルがおすすめですが、全体的にパリッと使いたい人はこの MAX バックパックであっても、200g 重くても X パックのモデルを使う方がいいかなと思います。以上が少し気になる点でした。全体的にはやっぱり MAX-EDC の方がクオリティは高いんですが、容量がちょっとだけ少ないんですよね。なので荷物が多い旅の用途ではやっぱり MAX バックパックの方が便利だなと思います。個人的にはちょっとでも軽い方がいいのでリップストップモデルがすごくおすすめです。ただ普段使いと旅行とか出張両方で使っていて、普段使いの割合の方が多いっていう人は MAX-EDC の方が適してると思います。あとはやっぱりこれだけカスタマイズ性がすごく高いので、エイブルキャリー公式からどんどんオプションとしてカスタマイズパーツを売ってほしいなって思います。特にこのヒップベルトは装着できる部分があることを考えると、多分後でこういうのを売っても大丈夫なように設計してるんだと思うので、これがあるだけですごくこのバックパック使いやすくなるというか快適になって体への負担が軽減されるので、ぜひ公式で売ってほしいなって思います。ディスパッチみたいに引っ掛けられるパーツなんかもたくさんあったりすると、マイエイブルキャリーというかマイマックスバックパックみたいな感じで自分なりのカスタマイズがすごくはかどるので、もしマックスバックパック2を発売するときはいろんなオプションパーツも一緒に出てくれることを期待したいです。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバッグのレビューや日々に役立つ情報を発信しています。もう一つのチャンネルのイミグラムでは
言葉では表現しきれないバックパックの魅力を 4K 映像で見ることができます。こちらもぜひチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok もやっています。ぜひフォローお願いします。YouTube メンバーシップでは僕の作っているバッグの進捗情報だったり、先行販売のアクセス券、あとは僕がレビューした後のバッグのセカンドオーナー制度なんかを特典として用意しています。気になった方は概要欄からチェックしてみてください。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。